今日は数年ぶりに自己紹介動画を撮ります。この間インスタで募集した質問に対する答えも交えて答えていきます。今風邪をひいていて喉が腫れていて、ちょっと喋り方おかしいかもしれないですけど、ご了承ください。今作っているのはおばあちゃんの誕生日ケーキです。はい。まず、年齢は2007年生まれの19歳です。もう今年誕生日が来て19歳になりました。住んでいるのは日本の愛知県です。今大学生です。血液型は O 型です。でね、すごいよく聞かれたのが身長と体重なんですけど、身長はね、実は何年か前の自己紹介の動画で150何センチって答えたんですけど、見バレしたくなくて、サバ読んだんですけど、実は169センチあるんですよ。でね、体重は、すごく重いんですけど、今から乗りますね。はい、本当に実際に乗りますね。70キロ。最近ハマっている趣味はオリジナルのプレイリスト作りです。ほんと自分のためだけに作ったプレイリストなんですけど、そういえば前に視聴者の方にプレイリスト作ってほしいって言われたことがあったんですけど、開放するのでよろしければぜひ皆さんも使ってください。はい。MBTI は何度かやってみて、すぐ忘れちゃうんで、またね、やりました。そしたら、INFPA でした。自分の性格は、ほんと適当、おおらか、楽観的、と思いきや、結構深く考えちゃったりとかするところもあって、意外と繊細なような、繊細じゃないような、っていう感じ。変な人です。あとね、すごい頑固で人の話、聞かない。座右の銘は昔からもうこれ一筋。継続は力なりで、好きな芸能人とかアイドルとかアーティスト、特にね、この人がめっちゃ好きっていうのは、ね、ないんですけど、この間ね、エスパのコンサートに行ってよかった。韓国のアイドルが結構好きですね。エスパも好きだし、ニュージーンズも好きだし、男性アイドルだったらストレイキッズが好き。最近 BTS も好き。アーティストはね、昔からテイラー・スウィフトが好きなんですけど、女優さんとか俳優さん特にいないですね。あんまりね、ドラマとか映画とか見ないんですよ。好きな食べ物。私はね、たこ焼きが好きですね。嫌いなのは、マグロとかの生ものがあんま好きじゃなくて、あとね、うどんもあんま好きじゃない。好きな教科は、5教科だったら英語。嫌いなのは理数。友達は多いか。あんまりね、多くないですね。本当に少ない。人付き合いがね、そんな得意じゃないっていうか、一人でいるのが結構好きですね。彼氏はいません。好きピも気にピもいません。自分の好きなところと嫌いなところなんですけど、好きなところは、なんだかんだよく頑張って行動して、自分の内面とか、生活面を良くしようと頑張ってるところかな。嫌いなところはめんどくさがりで、何でも後回しにしたり、頭が悪いとか、勉強が嫌いとかですかね。普通のことが普通にできないみたいなところも嫌いですね。誰に似てるか、お父さんかお母さんかってことかな。お母さんはね、全然似てるって言われないですね。お父さんに似てるってお母さんには言われます。家族構成は私、母、今はシーズンのぽっちゃんと3人暮らしです。なんでお父さんがいないかなんですけど、これはね、私が2歳になる前に両親がもう離婚してるんですけど、お父さん、あまりうまくいってなかったのかなわかんないですけど、お父さんが、ちょっと、普通の家庭に憧れたことがあるか。普通の家庭っていうのはあれですかね、お父さんお母さんいて、兄弟もいて、みたいなことだと仮定して話すと、憧れるっていうのは本当になかったですね。自分の状況に満足してたというか、ありがたいなと思って生きてたんで、なんですけど、もしお父さんがいたらどうかなとか、兄弟がいたらどんな感じなんだろうは、何回か考えたことありますね。もし兄弟がいるとしたら、私はお兄ちゃんとかお姉ちゃんが欲しかったです。それだけは絶対に叶わないんですけど、一人っ子で良かったこと、嫌だったことは、なんか何でも自分のもの。嫌だったことは、あれかな、だから学校とかで、何でも自分が初めて、アドバイスをくれる人がいないっていうのは困った。子供の頃にやってた習い事は1個だけ、ピアノだけやってました。ピアノは2年ぐらいやったかな。で、下手なんですよ。全然練習しないから。で、あとは何にも習ってないし、塾にも行ったことないです。とにかくね、勉強は苦手で、頭も悪くて、成績は良くて、たまに4が1個2個あるかなみたいな。で、333、2222みたいな感じの成績です。2222は言い過ぎか。44433333322みたいな感じです。勉強方法。私は全然普段勉強しなくて、テスト前だけに集中して勉強するタイプなんですけど、前回の定期テストで悪かったやつを今回のテストで強化するっていう感じですね。なので全部は勉強しなくって、もう選ばれた教科だけ勉強するっていう感じ。だからテストに向けた勉強しかしたことないから、テストってなるとどの範囲から問題が出るかも
もう分かってるから、その範囲を集中的にやるだけって感じですよね。2週間ぐらいかけてひたすらそればっかりやるっていう感じ。だからなんか問題集みたいなのを自分で作ったりとかして、でそれを何度も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 解いて100点になるまで解くっていう感じですね。大成功です。大学での学部もよく聞かれるんですけど、文とか理とかもちょっと秘密にしておきたいと思います。子供の頃の将来の夢は特になし。将来なんかもう想像できないって感じ。今を生きるので精一杯みたいな、そういう人でしたね。今の将来の夢は、今もあんまり決まってはないんですけど、なんか会社に就職して給料をもらうとかっていうよりは、なんか自分のやりたいことをやって、それで自力でお金を稼ぎたいっていうのが夢ですね。子供の頃はどんな子供だったかなんですけど、まず幼稚園に通ってた時はすごいいたずらっ子、騒がしくて元気でやんちゃみたいな感じで、結構ねやばい子供だったと思いますよ。いたずらしたりとかして先生が困る姿を見るのが好きだったんですよ。これやったら大人がどういう反応するかなみたいな、そういうのをなんか見るのが好きで、あとね本当に結構引くと思うんですけど、そのクラスメイトっていうんですかね、同じクラスの子を嫌がらせとかして泣かして喜んでたんですよ。やばくないですか？そういうちょっと歪んだ子供だったのかな。でも家ではなんかお利口に振る舞いますみたいな、ほんとやばいやつで、そういうのが1年生2年生ぐらいまでそんな感じでやってたんですけど、でね、本当にマイペースすぎて、1年生入学してすぐとかも、なんか授業中に寝るみたいな。それでお母さんになんかちょっと説教が行くみたいなのとかもあったし、だけど3年生ぐらいから急になんかおとなしくなったっていうか普通になって、あんまりなんかこう目立ったこととかしたくないし、なるべくお利口さんでいいよみたいな。そう、おとなしくなったかな、すごい。それまではまあうるさい。なんか幼稚園のお遊戯のビデオとか見ると、一人だけ声がめっちゃでかくて、なんかうるさい。もうなんか、自分がなんかわーみたいに言ったら、会場がどよめきと笑いが起きるみたいな。いるじゃないですか、そういうお調子者系の。なんかほんとそういうキャラでしたね。今思うと考えられないです。人をいじめて喜ぶとか、本当にそんなこと全くしてないのでご安心ください。いじめるって言ってもそんななんか陰湿なこととかじゃなくて、なんか、これは私のだよみたいな。誰かが使うとしたら、それは私も使いたいよみたいな、なんか、とにかくうざいやつ。おままごとしようってなって、じゃあ私がお母さんねとか、勝手にもう自分がやりたいやつやるみたいな。自己中。そうそう。人のこと考えないみたいな感じ。で、普通に女の子の友達に、じゃああなたがお父さんねみたいな。性別まで書いちゃう。それで泣かしちゃったこともある。ジャニオタですかって。昔、中学生の頃、なにわ男子が好きで、ジャニオタってほどでもないんですけど、なにわ男子は好きでしたね。録画しといたカウコン毎日見るみたいな。そういうのよくやってました。毎月のお小遣い。お小遣いはもちろんお母さんからはもらってなくて、自分のバイト代と、あと YouTube で稼いだお金を使ってます。いくらまでとかは決めてなくて、欲しいと思ったものはなるべく買うようにしたりとか、何にいくら使ったとかも特に管理してないですね。あるお金を使うっていう感じ。必要なものは必ずもう遠慮せずに買うようにしてますね。この間も10万円のカメラ買ったんですけど、そんな感じで投資みたいなことかなと思って必要なものはしっかり買うようにしてます。お金を使うことは悪いことだと思わないので、自分が頑張って働いたお金だったらどんな風に使ってもいいのかなって。あとなるべく人のために使うようにっていうのも心がけてますね。自分が稼いだお金で、例えば親にご飯おごるとか、おじいちゃんおばあちゃんになんか買ってあげるとか、友達におごるとかね、それこそお世話になってる子に、そういうことは心がけてやるようにしてます。だからお金をたくさん使うときは10万円以上使っちゃうこともあるし、使わないときはほんと2万円ぐらいしか使わないみたいなこともありますね。おすすめの香水は、私は香水あんまり一杯持ってないんですけど、香水よりはね、トワレ、ちょっと匂いが柔らかいやつが好きで、ロクシタンのトワレが結構好きで、ローズとラベンダー持ってるんですけど、お花系の匂いが好きですね。で、香水みたいに、ドーンっていう匂いよりも、トワレだと、なんか、さりげなくふわっと、あれなんかいい匂いしたよね、みたいな感じのさりげなさがあって、それがすごい好き。やっぱ香水人にもう好き嫌いがあるから、あんまりね、匂いがきついと、スメハラなったりとか、あとうちはもうずっと動物がいるんで、あんまり匂いがきついのは使えないんで、部屋でね、一人でいる時にちょっと吹いたりとか、そんな程度で楽しんだりはするんですけど、ロクシタのトワレをつけた日、必ず、男の子に特に、なんか今めっちゃいい匂いしたんだけど、何つけてんのとか聞かれる。そう。なんか嗅いだことのないいい匂いがするって
よく言われます。本当におすすめ。香水でいい匂いっていうよりは、その人から放たれるいい匂いみたいな感じの、さりげない柔らかいいい匂いになれます。本当におすすめです。キノコ、タケノコどっち派？タケノコです。誰にも言えない秘密はありますか？そうですね。やばい秘密はないんですけど、あんまり言いたくないなっていう自分の内面的な話とかたくさんありますね。今回ね、ちょっと一つ暴露したいことがあって、質問で、病気がありますよっていう子がいて、でそれがちょっと辛いんだけど、あなたもありますかっていう質問があって、ちょっとね、勇気を持って答えようと思うんですけどね、私も一つ、ちょっと重要な持病があるんです。それはね、みんな聞いたことあると思うんですけど、パニック障害のちょっと軽いやつを持ってるんですけど、中学校の頃に初めて症状が出て、最初は歯医者で治療を受けてる時になんか座ってられないっていうか、すごいそわそわして不快で、早く終わってほしいなみたいな。で、それは治療が嫌でとかっていうのとはまたなんか別次元の不快感で、治療が終わったらすぐそわそわ感もなくなるんですけど、で、その次に腰がね、やたら痛い時があって、MRI を取りに行ったんですけど、MRI って筒状の機械に入って、こう、微動だにせずじっとしなきゃいけないんですね。最初はなんともなかったんですけど、だんだんすごい、歯医者で感じたムズムズそわそわ感が襲ってきて、で、ゴソゴソしてたんですけど、そしたら1ミリも動かないでくださいみたいな、もう何にも絶対動かないでって言われて、それ言われた瞬間になんか今までに味わったことないような強い不快感っていうか、不安みたいなのが強烈にドーンって襲ってきて、なんかすっごい怖い、無理ってなって、で、MRI って入るときに、もし途中でギブアップしたかったらこのボタン押してくださいって言って手にねボタンを握らされるんですけど、それも速攻で押して結局 MRI も取れなかったんですよ。そのねなんか不安感っていうのが、例えば明日テストだけど大丈夫かなとか、そういう不安とはなんか全然次元もレベルも違うようなすごい強い不安感なんですよね。でまあ機械から出たらすぐその時は収まったんですけど、そしたらなんだその MRI を取ってくれるお医者さんなんかわかんないですけど、その医療関係者の人がもしかしたら閉所恐怖症とかあるかもしれないねって言って、でもし気になるなら一回お母さんとかお父さん相談して医療機関受診してみるのもいいかもしれないですよって言われたんですね。でもあんまり気にしてなかったんですよ。その前に旅行に行って飛行機に乗ることがあったんですけど、そういえばその時もなんか飛行機降りる前ぐらいの時になんかそわそわするなって思ったのを思い出して、そのなんか密室みたいなのが自分苦手なんだなってなんとなく気づいたんですけど、でもそんな気にしてなくって、ある日ね電車に乗った時にすごい満員電車で冬だったんですけど暖房が効いてて暑かったんですよ中が。ですごいもう早く降りたいなっていうような状況で乗ってたら、その電車が急に緊急停止して急ブレーキで動かなくなっちゃって止まっちゃったんですね、線路の上で。誰かが緊急停止ボタンを押したみたいな感じで、安全が確認できるまで動きませんみたいな、いつ動くかわかんない状況で結構長い間閉じ込められてたんですよ。すごい満員で暑い中、もういつこの不快な状況が終わるかわからないって思ったら、また不快感が胸にドーンって押し寄せてきて、なんか例えば静かな水面に水を一滴垂らしたらパッて波紋が広がるじゃないですか。ほんとあんな感じに胸にドーンって何かが落ちてきて全身にバーンって広がるみたいな、なんかねスイッチが入るみたいな感じで、それでもうすごい過呼吸みたいになっちゃったんですよ、怖くって。でもう一人でもうどうしようどうしようみたいな、すごいもう本当に文字通りパニック、頭の中が強いパニックに襲われちゃうんですよね。だけどその時は傍から見たらパニックを起こしてるとか多分わからないと思う。パニックを起こして暴れちゃうとかじゃないんですよ、全然。一人で勝手に右往左往してるみたいな感じ、脳の中がなんかもう自分じゃコントロールできないんですよ。全然すぐ動くから大丈夫だから落ち着いてとか、もうそんな言い聞かせれるとかそういうレベルじゃない。40分ぐらい電車が止まってたんですけど、上着を脱いだりとかして、こうなんとかしのいで、手をギューってもう爪がこう皮膚に食い込むぐらい強い力でずっともうストレスを逃しながら耐えて、で、最寄りに着けば絶対にまた収まるって思って耐えたんですけど、最寄りに着いてもね、収まらなかったんですよ。で、すぐ心療内科を受診して薬を処方してもらったんですけど、一般的には精神安定剤と言われる薬をもらいました。で、密室とかもそうなんですけど、密室じゃなくても自由が利かないシチュエーションが無理になっちゃって、で、美容院、歯医者もそうだし、電車とか飛行機もそうだし、病院の検査系も苦手、あとエステ、脱毛、マツパも行ったことないけど無理だと思う。だからそういう場所に行くときは必ず薬を飲んでから行くっていう感じの生活。ただひどい発作はもう何年も起こしてないんだけど、予期不安って言ってまた発作みたいなのが来ちゃったらどうしようっていう強い不安と戦わなきゃいけない場面が生活の中で増えちゃったっていう感じですね。で、中学の時は先生に相談して廊下側の一番後ろの席にしてもらったりとか、何かあった時にすぐトイレに駆け込めるとか、そういう安心材料を持っておくと大丈夫って自分の中で分かったから、そんな感じで薬を用いたりとか自分なりにこう工夫しながら今は生活するっていう感じですね。